皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。24年も残りわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今年も様々な新作タイトル紹介してまいりましたが、今回はその中でもみんなの可処分時間がますますタイトになる、そんな注目度話題性の高い AAA タイトルを筆頭に、中国韓国の期待作25タイトルを一挙に紹介します。完全保存版ですので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネル登録を済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルは無限大あなた。リリース日は未定、ジャンルは都市型オープンワールド RPG、 開発はネットイースゲームスネイキッドレインスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC、PlayStation5、グローバル展開の予定はあり。本作の概要はカオス対策局のエース調査員となり、超常現象が日常的に発生する大都市神経市を舞台に、個性豊かな仲間たちと共にカオスな事件を解決していく物語。続いて本作のテーマは無限の可能性。プレイヤーは自由度の高いオープンワールドで多彩なアクションや探索を通じて自身の可能性を広げていくことが求められます。次に本作の特徴と魅力について。無限大あなたはリアルな都市景観を持つ神経市を舞台に、プレイヤーはスイングやパルクールなどのダイナミックなアクションで都市を縦横無尽に駆け巡ることができ、周囲の環境を利用した映画のようなドラマチックな戦闘体験を生み出せることが特徴で、個性豊かなキャラクターたちとの出会いや協力を通じてユーモアや謎に満ちた都市生活を体験できます。続いて開発者のコメントでは、ネイキッドレインスタジオは無限の可能性があるオープンワールドをコンセプトに掲げ、プレイヤーが自由に行動し多様な体験ができるゲームを目指しており、最新技術を活用しクロスプラットフォームでのプレイを可能にすることで、より多くのプレイヤーに楽しんでもらいたいとのことです。次に期待と懸念について。無限大あなたはネットイースゲームスの新作として多くの注目を集めており、美麗なアニメ風グラフィックや自由度の高いゲームプレイに対する期待が高まっていますが、一方で具体的なゲームシステムや課金要素、リリース時期に関する情報がまだ少ないため、プレイヤーからはその点に対する懸念や疑問の声も上がっており、今後の詳細な情報公開が待たされます。これらの内容をまとめると、無限大あなたはネットイースゲームスのネイキッドレインスタジオが手掛ける新たな都市型オープンワールド RPG で、プレイヤーは神経市を舞台に自由度の高いアクションや探索、個性豊かなキャラクターたちとの交流を楽しむことができます。しかし具体的なリリース日やゲームシステムに関する情報がまだ少ないため、今後の続報に注目が集まっています。ということで、来年早々中国本土および日本でも初のベータテストが実施されるので、前評判通りの内容なのかしっかりと見ていきたいと思います。続いてのタイトルはブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールド。リリース日は未定、ジャンルはアニメーション RPG、 開発はビッグゲームスタジオズ、プラットフォームは iOS、Android、PC、 グローバル展開の予定はあり。ということで本チャンネルでも幾度と紹介しているタイトルなのですっかりおなじみとなっておりますが、来年こそはリリースするだろうという期待を込めて改めて紹介します。本作の概要は全ての知識が集積されている最果ての地、神の諸湖を目指す冒険の物語を描く完全新作のオリジナルタイトル。トゥーンレンダリング技術によるアニメ調のキャラクターが躍動し、まるで一本のアニメを遊ぶような体験が味わえます。続いて本作のテーマは知識への探求。プレイヤーは分裂した大陸セラフィアを旅し、神の諸湖を目指すブレイカーたちの一員として未知の世界を探索します。次に本作の特徴と魅力について。ブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドはトゥーンレンダリング技術を駆使した美麗なアニメ風グラフィックが最大の魅力です。個性的なキャラクターたちが織りなすストーリーはプレイヤーに深い没入感を提供します。さらに戦闘シーンでは迫力ある技の数々が展開され、多彩なアクション要素も豊富に盛り込まれています。続いて開発者のコメントでは、本作はまるで一本のアニメを遊ぶようなゲーム体験を提供することを目指しており、プレイヤーが新たな仲間たちと出会い、様々な困難に立ち向かう姿を描くことに注力しているとのことです。次に期待と懸念について。
ブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドはその美麗なグラフィックと独自の世界観から多くのファンの期待を集めている一方で、リリース日が未定であることや具体的なゲームシステムの詳細がまだ明かされていないため、情報の不足に対する懸念も一部で見られます。これらの内容をまとめると、ブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドはビッグゲームスタジオズが手掛ける新作アニメーション RPG で、綺麗なアニメ風グラフィックスと深いストーリー性が特徴。リリース日は未定ですが、今後の情報公開に多くのファンが注目しているタイトルです。23年24年と TGS にて使用させていただき、面白さの手応えがあるんですが、ぼちぼちベータテストを実施してブラッシュアップしていかないと、他の AAA タイトルに飲まれてしまう可能性があるので、頑張ってほしい所存でございます。続いてのタイトルはプロジェクト3分の2。リリース日は未定、ジャンルはアクション RPG、 開発はダイバーシティゲームスタジオ、プラットフォームは PC となっていて、今後増える見込みと思います。グローバル展開の予定はあり、本作の概要はプレイヤーが時間と次元を移動できる能力を持ち、様々な世界や時間軸を探索するアクション RPG で、プレイヤーは引導者トゥルシスと共に自己の宇宙や本質的な危機に迫る真実を探求します。続いて本作のテーマは時間と次元の交差による自己探求。プレイヤーは過去、現在、未来の3つのシーンを行き来し、時間ループのストーリーを再解釈しながら、自己や宇宙の本質的な危機に迫る真実を探求します。続いてゲームの特徴は、プレイヤーは異なる時間と次元を行き来する能力を持ち、それによって物語を進めていきます。ゲーム内には 2D 世界と 3D 世界があり、特定のシーンでは 2D 形態に切り替えて探索することが可能で、 2D と 3D は相互に影響を及ぼし合います。また個性的なキャラクターたちを操作し、それぞれの特性を生かして戦闘に挑みます。さらに最新のアンリアルエンジン5を使用し、グラフィックの表現力を高めています。続いて開発者のコメントでは、作品のクオリティ向上に努めており、プレイヤーに楽しんでもらえるように工夫しているとのことです。また最新のアンリアルエンジン5を使用し、グラフィックの表現力を高めているともコメントしています。次に期待と懸念について、開発チームはプレイヤーからの興味を引くことに注目しており、今後の発表やプレイヤブルデモに期待が寄せられています。また独自のゲームシステムやキャラクターの魅力が注目されています。これらの内容をまとめると、プロジェクト3分の2は時間と次元をテーマにした新しいアクション RPG であり、 2D、3D の切り替えや多様なキャラクターが特徴です。開発チームはプレイヤーの期待に応えるため、作品の完成度を高める努力を続けています。続いてのタイトルはアークナイツ・エンドフィールド。リリース日は未定、ジャンルはリアルタイム戦略 RPG、 開発はハイパーグリフ、プラットフォームは iOS、Android、PC、 グローバル展開の予定はあり、本作の概要は人気タワーディフェンスアークナイツで知られるハイパーグリフが手掛ける新作リアルタイム戦略 RPG で、本作はプレイヤーが惑星タロ2を舞台に未開拓の地を探索し、様々な脅威や環境に立ち向かいながら開拓を進める壮大な物語が描かれています。新たなキャラクター、ストーリー、そして戦闘システムを備え、プレイヤーに新しい戦略体験を提供します。続いて本作のテーマは未知の大地の開拓と探求。惑星タロ2の荒廃した地を探索し、過酷な環境と未知の脅威に挑むことを通じて人類の未来と希望を追求する内容。次に本作の特徴と魅力について、従来のアークナイツとは異なり 3D フィールドでのリアルタイム戦略とアクション要素を組み合わせたゲームシステムが特徴で、プレイヤーは広大なオープンフィールドを自由に探索し、各地に点在する資材や技術を収集しながら拠点を強化し、惑星の開拓を進めることが求められます。本作には工場建設シム要素が導入されており、資源の収集や管理、建物の設置を通じてプレイヤー自身の拠点や工場を発展させることができます。資材を効率よく集め、施設を計画的に配置することで生産力や探索効率を高められる戦略性の高さが魅力です。このシミュレーション要素が探索や戦闘と密接に絡み合うことで、より深みのあるゲーム体験を提供していきます。
バトルシステムではリアルタイムにキャラクターを操作し、スキルや戦術を駆使して敵を倒すことが求められ、戦略性と操作性が融合した新たなプレイ体験が楽しめます。またストーリー面でも高いクオリティが期待されており、個性豊かなキャラクターたちとの掛け合いや成長物語がプレイヤーをさらに引き込みます。また惑星探索中には環境ギミックや廃墟の謎解きといった要素も組み込まれており、没入感の高い冒険が味わえます。続いて開発者のコメントでは、アークナイツの要素を生かしつつ全く新しいゲーム体験を提供することを目指していると述べています。また惑星開拓というテーマに基づき、プレイヤー自身の手で環境や物語を作り上げる楽しさを重視しているとも語っており、オープンフィールドでの自由度の高さや探索要素へのこだわりが感じられます。次に期待と懸念について、アークナイツエンドフィールドはアークナイツのファンから大きな期待を寄せられています。リアルタイム戦略 RPG という新たなジャンルへの挑戦や探索と戦略が融合したシステムに多くの関心が集まっています。また日本語版ベータテストの発表もされており、日本市場でも本作への期待が高まっています。一方で懸念としては、ゲームバランスや最適化、リアルタイム戦闘の難易度などが挙げられています。新ジャンルへの移行に伴うシステムの複雑化やオープンフィールドの運営維持に対する不安も見られ、今後の調整が課題とされています。これらの内容をまとめると、アークナイツエンドフィールドはハイパーグリフが送る新たなリアルタイム戦略 RPG であり、未開拓の惑星を舞台にした広大な世界観と高い戦略性を備えた作品です。オープンフィールドの探索とリアルタイム戦闘、そして綿密に作り込まれたストーリーが特徴となっており、従来のアークナイツとは異なる新しい魅力を提供しています。日本語版ベータテストの実施も控えており、今後の展開がますます注目されています。ソーシャルゲームラボ。続いてのタイトルはドラゴンソード。リリース日は未定。ジャンルはオープンワールドアクション RPG。開発はハウンド13。プラットフォームは iOS、Android、PC。グローバル展開の予定はあり。アンリアルエンジン5を使用して開発されており、美麗なグラフィックと流麗なアクション、そして多彩なオープンワールド探索要素が特徴です。プレイヤーは広大な世界を舞台に個性豊かなキャラクターを操作し、様々な武器やスキルを駆使して敵と戦います。また協力プレイで大型モンスターに挑むことも可能で、戦略的なチームプレイが求められます。続いて本作のテーマはドラゴンに立ち向かう英雄の冒険。プレイヤーはドラゴンが存在するファンタジー世界で未知の領域を探索し、強大な敵に立ち向かう壮大な物語を体験します。次に本作の特徴と魅力について、アンリアルエンジン5による高品質なグラフィックが広大で美しいオープンワールドを実現しています。プレイヤーは多彩なキャラクターを操作し、それぞれの特性やスキルを生かして戦闘を展開します。また協力プレイにより友達と共に強力なモンスターに挑むことができ、戦略的なプレイが求められます。さらに開発チームの過去作ハンドレッドソウルで培ったアクション性が本作にも生かされています。続いて開発者のコメントでは、本作は王道ファンタジーを描くことを目指しており、プレイヤーに新たな冒険と興奮を提供したい。また開発は順調に進んでおり、近日中にさらなる情報を公開できる予定とのことです。次に期待と懸念について、ドラゴンソードの美麗なグラフィックや迫力のあるアクションに高い期待が寄せられています。その一方でリリース時期が未定であることから、開発の進捗や完成度に対する懸念も一部で見られます。これらの内容をまとめると、ドラゴンソードはハウンド13が手掛けるオープンワールドアクション RPG であり、高品質なグラフィックとアクション性、そして協力プレイが魅力の作品です。リリース日は未定ですが、今後の情報公開に注目が集まっています。続いてのタイトルはスターダイブ。リリース日は未定。ジャンルはアクション RPG。開発はネットマーブル。プラットフォームは iOS、Android。グローバル展開の予定はあり。本作の概要はネットマーブルが手掛ける人気シリーズモンスターテイミングの新作タイトルで、収集と育成の要素を継承しつつ、最新のグラフィックとシステムでシリーズファンだけではなく新規プレイヤーも楽しめる内容になっています。ストーリーモードではおなじみのキャラクターたちが再登場し、懐かしさと新鮮さを兼ね備えた体験を提供します。続いて本作のテーマは冒険と成長。未知の世界を舞台に新たな仲間たちと共に挑戦を乗り越える中で、
キャラクターとプレイヤー自身が共に成長していく物語が展開されます。次に本作の特徴と魅力について、ダイナミックなアクション性とキャラクター切り替えによる戦略的なバトルで、戦闘中にタイミングよくキャラクターを交代させ、スキルを連携させることで、シンプルながら奥深い戦闘を楽しめます。また、ボス戦ではグロッキーゲージを削り切ると、仲間と連携した強力な攻撃が繰り出され、爽快感抜群です。さらに直感的に楽しめる回避と反撃システムが取り入れられており、操作のしやすさとアクションの深みが見事に調和しています。続いて開発者のインタビューコメントでは、本作ではシリーズの原点である収集と育成の楽しさを守りつつ、現代のプレイヤーに合わせた高品質なグラフィックとスムーズな操作性を実現することに注力したと語っています。また新旧プレイヤーが共に楽しめるよう、ストーリーの連続性と新要素のバランスに細心の注意を払っているとのことです。次に期待と懸念について、シリーズ再始動による懐かしさと進化したゲームプレイに大きな期待を寄せている一方で、モバイルゲーム特有の課金システムや初心者でもスムーズにキャラクター切り替えを楽しめるのかといった点には懸念の声も上がっています。この点が今後どのように解決されるのかが注目されています。これらの内容についてまとめると、シリーズの伝統を受け継ぎながら現代のモバイルゲームに最適化された新しいアクション RPG で、奥深い戦略バトルと直感的な操作性で新旧のファンに新たな冒険を届ける期待作です。リリースに向けてさらなる情報が待たれる注目のタイトルと思います。続いてのタイトルは AI リミット無限騎兵。リリース日は2025年3月27日。ジャンルはソウル系アクション RPG。開発はセンスゲームス。プラットフォームは PS5 Steam。グローバル展開の予定はあり。本作の概要は文明が滅亡した遠い未来を舞台に、再生能力を持つ騎兵アリサとなり、モンスターが蔓延する都市の遺跡で文明滅亡の真実を探求する物語です。プレイヤーはアリサを操作し、未知の世界を旅しながら終焉の真実を探ります。続いて本作のテーマは終末世界での自己探求と再生。プレイヤーは荒廃した世界で自身の使命を果たし、文明再生の希望を見出す旅に出ます。次に本作の特徴と魅力について、スタミナの概念を撤廃し、シンクロ率システムを導入することでプレイヤーの攻撃や防御の戦略性を高めています。またアニメ調の美少女キャラクターとダークな世界観が融合し、独特のビジュアル体験を提供します。さらに多彩な武器やスキルのカスタマイズが可能で、プレイヤーの好みに応じた戦闘スタイルを構築できます。続いて開発者のコメントでは、作品のクオリティ向上に努めており、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供することを目指していると述べています。またプレイヤーからのフィードバックを受け止め、作品のクオリティをより高めるため、もともと予定していた2024年内の発売から延期し、正式なリリース日を2025年3月27日に決定したとのことです。次に期待と懸念について、体験版の公開によりプレイヤーからは美麗なグラフィックや独自のシステムに高い評価が寄せられています。一方で難易度の高さやシステムの複雑さに対する懸念も一部で見られ、今後の調整に注目が集まっています。これらの内容をまとめると、 AI リミット無限騎兵は終末世界を舞台にした SF アクション RPG であり、独自のシステムや美少女キャラクターとダークな世界観が融合した作品です。開発チームはプレイヤーの期待に応えるため、作品の完成度を高める努力を続けており、2025年3月27日にリリースが期待されています。続いてのタイトルはリー・メメント・ホワイト・シャドウ。リリース日は未定。ジャンルは単性 RPG。開発はブラックストーン。プラットフォームは iOS、Android、PC。グローバル展開の予定はあり。本作の概要は韓国の開発スタジオブラックストームが手掛ける単性 RPG で、終末的な世界観を背景に闇と混沌に立ち向かう冒険を展開します。プレイヤーは4人のキャラクターを編成し、それぞれのスキルを生かしてバトルを攻略することが求められます。またアンリアルエンジン5を使用した高品質なグラフィックやリアルタイムライティング、ダイナミックな転校システムも特徴です。続いて本作のテーマは戦いと再生。光と闇の対立が象徴される終末世界での人類の戦いと再生で、タイトルのホワイトシャドウは白と黒の対比を用いて希望と絶望が交差する世界観を表現し、
光と闇の中での人間性の探求を象徴しています。次に本作の特徴と魅力について。本作の戦闘はターン制バトルで手動と自動の操作を切り替えるのが特徴的です。シンプルな操作でありながらもプレイヤーの戦略性が求められるシステムが用意されているため、初心者から上級者まで楽しめます。特に高度な AI による自動戦闘オプションがあり、プレイヤーの好みに合わせて柔軟に戦闘スタイルを選べる点も魅力です。またガードクラッシュなどの戦略要素が追加されているため、敵のガードを破るために工夫する戦略性も楽しめます。これによりプレイヤーは様々な戦術を試し、より奥深いバトル体験ができます。また PVP モードも実装される予定で、他のプレイヤーと競い合うことが可能となっています。続いて開発者のコメントでは、ブラックストームのキム・ドンユ代表によると、当初のデザインは明るい色調を想定していましたが、物語が進化するに伴い、より深刻で暗いトーンへと変更されたとのこと。また手動と自動操作を組み合わせた戦闘システムも特徴で、特定の AI を活用した高度な自動戦闘オプションも提供していますが、効率を最大化するためには手動操作が推奨されるとのことです。次に期待と懸念について。高品質なグラフィックと戦略的な単性戦闘への期待を寄せています。特にアニメ調のデザインやストーリーの深みが加わることで、独自の体験が提供されることを期待する声が多いようです。一方でガチャの要素や課金モデルについては慎重な意見もあり、特にキャラクターや武器の獲得に運要素が含まれる点が議論の対象となっています。11月に韓国でクローズドベータテストが行われ、その反映をもとに改善が進められる見込みです。これらの内容をまとめると、リー・メメント・ホワイト・シャドウは終末的な世界観と高い戦略性を持つ単性 RPG で、ブラックストームによる先進的な技術と深い物語性が魅力です。光と闇が交差する独特の美学と PVP を含む戦略性のあるバトルで、多くのプレイヤーの興味を引きつける作品となっています。ソーシャルゲームラボ。続いてのタイトルは反省映像。リリース日は未定。ジャンルは美少女収集型 RPG。開発はセイトーホワイトツリーネットワークテクノロジー。プラットフォームは iOS、Android。グローバル展開の予定は不明。本作の概要は、人類が初めて異世界、現世を観測してから約80年が経過した世界が舞台。魔法が現実のエネルギーとして研究される一方で、異世界との接触により発生する魔災という超災害が人類を脅かし、プレイヤーである主人公は魔災対策協会の特許称号首席を持つ最優秀の魔術師として、魔装少女たちと共に魔災に立ち向かい、人類と魔法の共存を探求していくといった内容。続いて本作のテーマは、人類と魔法の共存。異世界との接触による脅威に対し、魔法を活用しながら人類がどのように共存の道を模索するかが描かれています。次に本作の特徴と魅力について。美少女キャラクターの収集と育成要素が中心となっており、各キャラクターには独自のスキルやストーリーが設定されています。戦略的なカードバトルシステムを採用し、プレイヤーの選択や戦術が勝敗を左右します。また近未来的な都市を舞台に綿密な世界観とストーリーが展開され、プレイヤー魔装少女たちとの絆を深めながら物語を進めていきます。続いて開発者のコメントでは、現代の競争が激しい二次元モバイルゲーム市場において、男性ユーザーをターゲットにした美少女ゲーム反省映像は独自の魅力を持っているとし、原神によって引き起こされた二次元ゲームブームの中で、多くのゲームが課金や時間の消費を求める傾向にある中、反省映像はその常識を打破し、時間の限られたプレイヤーにもリラックスして楽しめるゲーム体験を提供したいと考えているとのことです。次に期待と懸念について。美少女キャラクターの魅力的なデザインや戦略的なバトルシステムに期待を寄せている一方で、すでにリリースしているブルーアーカイブと酷似する部分も多く、同ジャンルの競争が激化する中、独自の魅力を打ち出せるか、ゲーム内課金やガチャシステムに対するユーザーの懸念も存在し、公平性やバランスの取れた運営が求められています。他の二次元ゲームとの差別化がどのように図られるかも注目されています。これらの内容をまとめると、反省映像は美少女キャラクターの収集と育成戦略的なバトル、そして綿密な世界観とストーリーが魅力の美少女収集型ゲームで、プレイヤーは魔装少女たちと共に魔災に立ち向かい、人類と魔法の共存を探求する物語を体験できます。ブルーアーカイブとの類似性が見られる中、独自の魅力を出せるかが今後のポイント。
リリース日や詳細な情報はまだ公開されていませんが、今後の発表に期待が高まります。続いてのタイトルはプロジェクト C。 リリース日は未定、ジャンルは育成シミュレーション、開発はライオンハートスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC、グローバル展開の予定は不明。本作の概要はオーディン・バルハラ・ライジングで成功を収めたライオンハートスタジオが手掛ける新 IP で、本作ではファンタジー世界でのアカデミーを舞台にプレイヤーが指導者となり、特別な能力を持つ仲間たちを育成し、アカデミーを卒業したキャラクターたちはメインストーリーに加わり、プレイヤーと共に新たな物語を紡ぎます。続いて本作のテーマは成長と選択。キャラクターの成長がプレイヤーの選択によって多様に変化し、深い物語と感情的なつながりを提供します。次に本作の特徴と魅力について、プロジェクト C の特徴は自由度の高い育成システムとプレイヤーの選択が物語に与える影響の大きさで、 3D のアニメ調グラフィックによってキャラクターの動きが生き生きと描かれ、育成過程での視覚的な満足感が高められています。多様なアプローチでキャラクターを成長させることで、個々のキャラクターとの深い交流や物語への没入感を得られるのが大きな魅力です。続いて開発者のコメントでは、これまでの MMORPG の成功を生かしつつ、プロジェクト C ではサブカルチャー育成シミュレーションという新しい分野に挑戦し、キャラクターと深く共感しながら成長の喜びを体験できるように注力しているとのことです。次に期待と懸念について、オーディン・バルハラ・ライジングで培われた高い技術力と革新的な育成システムに期待を寄せています。しかしシミュレーション要素が強いことがアクション性を求める層にとって物足りない可能性も指摘されています。これらの内容をまとめると、プロジェクト C は育成シミュレーションの魅力とアニメ調の美しい 3D グラフィックを融合させたライオンハートスタジオの新たな挑戦作で、プレイヤーの選択によって変化する物語とキャラクター育成の楽しさが際立っており、新たなジャンルに挑む意欲的な作品として注目されています。続いてのタイトルはプロジェクト望月。リリース日は未定、ジャンルは都市型オープンワールドアクション、開発はスターツスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC、グローバル展開の予定は不明。本作の概要は架空の現代中国風の都市を舞台に、プレイヤーが記憶に繰り返し現れる望月の意味を探求する物語で、プレイヤーは広大な世界を冒険し、月と世界、そして空に浮かぶ9つの太陽との関係を解き明かしていきます。この設定は中国の伝説君芸写実を現代風にアレンジしたものとなっています。続いて本作のテーマは月の帰還への渇望。プレイヤーは9つの太陽が世界の規則を歪め、様々な災害を引き起こす中、月の復活を願い世界の調和を取り戻す旅に出ます。次に本作の特徴と魅力について、プレイヤーは怪獣と呼ばれる存在を育成し、連携して戦闘を行うことが主なゲームの軸となります。また都市でのレースや店舗経営、ランダムイベントなど多彩な要素が盛り込まれており、自由度の高い探索とプレイスタイルが楽しめます。さらにオブジェクトを自由に組み合わせて想像することができ、プレイヤーの想像力を存分に発揮でき、ゲーム内での体験をより深みのあるものにしています。続いて開発者のコメントでは、望月は中国の現代都市文化を表現し、プレイヤーに新たなオープンワールド体験を提供することを目指しております。また自由度の最低義を掲げ、従来のストーリー探索やモンスターとの戦闘育成とは異なる体験を提供することを目指しているとコメントしております。次に期待と懸念について、公開された実機映像に対しプレイヤーからは高い自由度や多彩なゲームプレイに期待が寄せられています。一方でグラフィックの品質やキャラクターの動作の硬さ、 UI デザインなどに対する改善要望も多く見られ、その点が懸念材料となっています。これらの内容をまとめると、望月は架空の現代中国風の世界を舞台に高い自由度と多彩なゲームプレイを提供するオープンワールドアクションゲームで、開発チームはプレイヤーと共同開発を通じてゲームの完成度を高める努力を続けており、今後のテストや正式リリースに向けて期待が高まっています。続いてのタイトルはプロジェクトオーバーキル。リリース日は未定、ジャンルはアクション RPG、 開発はネクソン傘下の開発スタジオネオプレイ、プラットフォームは iOS、Android、PC、グローバル展開の予定はあり。本作の概要はネクソンが手掛ける人気シリーズダンジョン&ファイターハラド戦記を元にしたスピンオフタイトルで、本作はアンリアルエンジン4を使用した 3D 化が特徴で、シリーズ初の立体的なゲームプレイが実現し、多元宇宙を舞台にオリジナルのキャラクターやストーリーが展開され、
原作ファンと新規プレイヤーの双方が楽しめる作品となっています。続いて本作のテーマは新たな視点での継承と挑戦。原作の魅力を保ちつつ 3D 化による新しいゲームプレイ体験を目指しています。次に本作の特徴と魅力について、 3D グラフィックを生かしたビジュアル表現と 2.5D スタイルのサイドスクロールアクションでプレイヤーは多彩なスキルを持つ個性的なキャラクターを操作し、剣術や魔法、重火器を駆使したダイナミックな戦闘が楽しめます。戦闘の奥深さに加えてストーリーモードでは物語主導のクエストや高難易度のダンジョンも用意されており、やり込み要素が豊富です。また環境を利用した戦略的なバトルも可能で、原作とは一味違うアクションが体験できます。続いて開発者のコメントでは、ダンジョン&ファイターシリーズの伝統を尊重しながら現代のプレイヤーが求める直感的でリアルな 3D 体験を提供することを目指しており、多元宇宙を舞台にした新しい物語を通じて原作にはない新たな冒険を楽しんでもらいたいと意気込んでいます。次に期待と懸念について、シリーズ初の 3D 化による新たな体験に高い期待を寄せている一方で、原作の 2D アクション特有のスピード感やシンプルさが損なわれないか、またクロスプラットフォーム展開における操作性やバランスへの懸念も上がっており、どのように調整されるのかが注目ポイントです。これらの内容をまとめると、プロジェクトオーバーキルはダンジョン&ファイターシリーズの魅力を再解釈し、新たな視点で展開される作品として進化したグラフィックや戦略性の高いアクションで原作ファンにとっては懐かしく、新規プレイヤーには新鮮なゲーム体験を提供する期待作となっています。ソーシャルゲームラボ。はい、ここまで12タイトル一挙紹介してまいりましたが、ここでちょっと一休み。ゲームの時事ネタではないんですが、みんな薄々感じているアニメ調ゲームの盛り上がりと課題についてちょっと語りたいなと。結論から言っちゃうと、もはや飽和状態で大渋滞でコンテンツ消費が加速し廃れるといった現象が発生しているのではないかと思っていて、ここ数年原神きっかけでアニメ調のゲームが注目を集めましたよね。そこから4年、各ゲーム会社がこぞってアニメ調のゲームを作り、日本市場でもたくさんのタイトルがリリースされるようになり、今ではアニメ調が一つの主流ジャンルになっていて、これができていないとそもそも勝負の舞台に立ちにくい感じがします。驚いたのが、まさかマリオまでもがアニメ調で違和感あるんですけど、でね、その分開発スピードも要求され、クオリティもどんどん上がってきていて、新しいゲームが次々と登場するのは嬉しい反面、正直消費者が追いつけてないなって感じることもあります。視聴者さんのコメントとかでも、スマホの容量がもう限界、メインで遊んでいるゲームが 2,3 本あるけど新作やりたい、でも時間がないなんて声がよく見られます。そもそも新作が出ても消費されるスピードがものすごく速くて、あっという間にクリアしたとかやりきったとかってなっちゃうんですよね。結果的に一部の新規ユーザーだけが残って、多くの人は次のタイトルやもともと遊んでいたメインのゲームに戻る、そんなサイクルが起きている気がします。そうなるとゲームを作る側もリリース初月で開発費を回収しないとまずいというプレッシャーが強くなって、次から次へと新しいタイトルを作り続けることに、これが加速しすぎると質より量が優先されちゃって、ゲームそのものの魅力が薄れていくんじゃないかなとちょっと心配になりますし、課金もしにくい状況になるのかなと。今の状況が完全に悪いわけじゃないと思うんですが、新しいゲームがたくさん遊べるのは楽しいですし、でも作る側と遊ぶ側のペースに少しズレがあるような気がしていて、このバランスをどう取っていくかがこれからの課題なのかなと思いますし、処分時間を考慮していくともっと複雑な状況になるのかなといった感じです。もしね、視聴者兄貴姉貴の中でこういった疑問や、いや自分はねこう思うよといった意見あればね、ぜひコメントくださいませ。ちょっと最近ねこの手の問題を考えていて、今後本当に、モバイルゲーム市場どうなっていくのかなとちょっと不安になっております。ということでブレイクはここで終了。ソーシャルゲームラボ。続いてのタイトルはダンジョン&ファイターアラド。リリース日は未定。ジャンルはオープンワールドアクション RPG。開発は Nexon。プラットフォームは iOS、Android、CS、PC。グローバル展開の予定はあり。本作の概要は人気アクション RPG アラド戦記の IP をベースに、広大なオープンワールドでの冒険とアクションを融合させた作品です。
プレイヤーは多彩なキャラクターを操作し、未知の世界を探索しながら迫力ある戦闘を楽しむことができます。続いて本作のテーマは新たな世界での冒険と挑戦。プレイヤーはアラド戦記の世界観を継承しつつ、新たな物語と広がりを持つ世界で多様なクエストやミッションに挑むことになります。次に本作の特徴と魅力について、オープンワールドならではの自由度の高い探索が挙げられ、プレイヤーは広大なフィールドを自由に移動し、多彩な環境やダンジョンを探索できます。またクロスプラットフォーム対応により PC、コンソール、モバイル間でのプレイが可能となり、幅広いユーザーが同じ世界で冒険を共有できます。さらに最新の 3D グラフィック技術を駆使し、従来の 2D タイトルから進化した迫力のあるビジュアルとアクションが楽しめると推察します。続いて開発者のコメントでは、アラド戦記の魅力を新たな形で表現し、プレイヤーにこれまでにない体験を提供することを目指している。またクロスプラットフォーム対応により、より多くのプレイヤーが一緒に楽しめる環境を構築したいとコメントしております。次に期待と懸念について、アラド戦記のファンからは新たなオープンワールドでの冒険や 3D グラフィックへの進化に高い期待が寄せられています。その一方で、従来の 2D アクションの操作感やゲームバランスがどのように再現・進化するのか、またクロスプラットフォームによる操作性の違いなどに対する懸念も一部で見られます。これらの内容をまとめると、ダンジョン&ファイターアラドはアラド戦記の世界観を継承しつつ、オープンワールドやクロスプラットフォーム対応など新たな要素を取り入れた意欲的な作品です。開発は順調に進んでおり、今後の続報やリリースに向けてファンや新規プレイヤーから注目が高まっています。続いてのタイトルはカオスゼロナイトメア。リリース日は2024年下半期予定。ジャンルは収集型 RPG。開発はスーパークリエイティブ。プラットフォームは iOS、Android、PC。グローバル展開の予定はあり、本作の概要はエピックセブンの開発で知られるスーパークリエイティブが新たな開発中のキャラクター収集型 RPG で、プレイヤーは魅力的なキャラクターたちを集め、多彩なジャンルを融合させた独自のプレイ体験を楽しむことができます。続いて本作のテーマは未知の世界での冒険と希望の探求。プレイヤーは滅亡した地球を離れ、カオス得意点を探索しながら新たな希望を見出す旅に出ます。次に本作の特徴と魅力について、スーパークリエイティブの高品質な 2D アートワークとアニメーション演出が際立っており、ローグライク要素を含む他のジャンルの融合により、これまでにない新鮮なプレイ感覚を提供します。さらに個性的なキャラクターの収集と育成がゲームの中心となり、プレイヤーは多彩な戦略を駆使して物語を進めることができます。続いて開発者のコメントでは、エピックセブンの開発を指揮したキム・ヒョンソク氏が統括ディレクターとして参加しており、スーパークリエイティブのアニメーション演出力と 2D アートワークを生かし、全世界のサブカルチャーファンを魅了する作品を目指しているとコメントしております。次に期待と懸念について、エピックセブンの成功に続く新作として、多くのファンが高品質なアートと独自のゲームプレイに期待を寄せている一方で、リリース日が未定であることやゲームシステムの詳細がまだ明らかにされていないため、具体的な情報を求める声もあります。これらの内容をまとめると、カオスゼロナイトメアはスーパークリエイティブの技術と創造性を集結した新作 RPG であり、魅力的なキャラクターと多ジャンル融合のゲームプレイが特徴です。公式コミュニティやチャンネルがオープンされ、今後の情報公開が期待されます。続いてのタイトルはアビスナイト。ジャンルは 3D アクション RPG。開発はデーモンキングスラウンドテーブル。プラットフォームは iOS、Android、PC。グローバル展開の予定は不明。本作の概要は、プレイヤーは曹操人として神々の死をもたらすための旅を描くダークファンタジー風の 3D アクション RPG で、プレイヤーは多彩なキャラクターとともに未知の世界、海流地を探索し、成長と救済の物語を体験します。続いて本作のテーマは死と再生。主人公の少女が神々に死をもたらす曹操人として使命を果たしながら、自己の成長と世界の再生を目指す物語が展開されます。次に本作の特徴と魅力について、アビスナイツはトゥーンレンダリング技術を駆使した美麗なアニメ風グラフィックスが最大の魅力で、個性的なキャラクターたちが織りなすストーリーはプレイヤーに深い没入感を提供します。
また戦闘シーンでは迫力のある技の数々が展開され、多彩なアクション要素も豊富に盛り込まれています。続いて開発者のコメントでは、プレイヤーがゲーム内で奇跡的な体験を得られるようレア装備品をドロップする仕組みを導入したいとしつつ、オープンワールドではなく中規模のシームレスなマップを採用し、プレイヤーが自由に探索できる環境を提供するとのことです。次に期待と懸念について、アビスナイツはその独特の世界観とアクション性から多くの期待を集めています。その一方で、ガチャ要素の存在やゲームバランス、リリース時期に関する情報がまだ少ないため、プレイヤーからはその点に対する懸念も見られます。これらの内容をまとめると、アビスナイツはダークファンタジーの世界観とアクション性を融合させた 3D アクション RPG であり、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供することを目指しています。しかし具体的なリリース日や詳細なゲームシステムに関する情報がまだ少ないため、今後の続報に注目が集まっています。続いてのタイトルはスターセイバー。リリース日は未定、ジャンルは RPG、開発はスタジオビサイド、プラットフォームは PC モバイル、グローバル展開の予定はあり。本作の概要は韓国のスタジオビサイドが開発する期待の新作 RPG で、広大な宇宙を舞台にプレイヤーが星々を救う冒険者として各地を巡り、様々なミッションや戦闘を通じて物語を進める内容となっています。開発陣はプレイヤー体験を重視し、ビジュアルやストーリーにも深いこだわりを見せています。続いて本作のテーマは宇宙の冒険と救済。プレイヤーは破壊の危機に瀕した星々を救う救世主として未知の領域を探索し、仲間と協力しながら困難に立ち向かいます。次に本作の特徴と魅力について、スターセイバーの最大の魅力はその広大な宇宙世界と美しいビジュアルで、最新技術を駆使しリアルで没入感のある宇宙が表現されており、各星系ごとに独自の文化や環境が存在します。戦闘システムはアクション要素を取り入れつつも戦略的な要素が求められるバトルとなっており、プレイヤーのスキルと戦略が試されます。ストーリーはプレイヤーの選択によって分岐し、様々なエンディングが用意されていることも特徴です。またカスタマイズ可能なキャラクターや宇宙船システムもプレイヤーの自由度を高める要素となっています。続いて開発者のインタビューコメントでは、技術的な完成度が高まっており、ユーザーに高品質な RPG 体験を提供したい。プレイヤーが一つ一つの星に感情を移入し、世界観を深く楽しんでほしいともコメントしています。スタジオビサイドの代表は、ゲームの世界観を最大限に引き出すため、長期間にわたる開発と精緻なストーリー設計に注力していると述べています。次に期待と懸念について、スターセイバーが崩壊スターレールの影響を強く受けたと指摘する声も一部で上がっており、特に競合する作品として失格されることで、ゲーム内容や完成度に対するプレイヤーの期待が高まっている点は否めません。またスタジオビサイドは新興のスタジオであるため、ホヨバースのような実績を持つ開発企業と比較されることによるハードルも高くなっています。これらの内容をまとめると、スターセイバーは宇宙探索をテーマにした自由度の高い新たな RPG で、宇宙を舞台にプレイヤーが星々を救う冒険を繰り広げます。高いビジュアル品質やカスタマイズ要素、分岐するストーリーなど RPG ファンには魅力的な内容が揃っています。一方で開発の進捗やリリース時期に対する懸念も残されています。今後の正式なリリース情報と体験版の公開に注目が集まっています。まだまだ情報が急須ではあるものの、グローバル展開が視野に入っており、日本公式 X も開設されているので、興味ある方はぜひそちらもご覧くださいませ。ソーシャルゲームラボ。続いての作品は金をかけたリブート作、スターレゾナンス。リリース日は未定、ジャンルは MMORPG、開発は僕ら。プラットフォームは iOS、Android、PC、グローバル展開の予定は不明。本作の概要はバンナムのブループロトコルの世界観をもとに新たなストーリーで描かれるクロスプラットフォーム対応の MMORPG。多彩な職業を選択し、広大なフィールドでの冒険や協力プレイを楽しむことができます。巷では新生ブルプロと呼ばれたりしてますよね。続いて本作のテーマは新たな世界での共鳴。プレイヤーは未知の世界レグナスを探索し、多彩なキャラクターやストーリーと共鳴しながら独自の冒険を繰り広げます。次に本作の特徴とブループロトコルとの変更点について、スターレゾナンスはブループロトコルと同じ世界観を共有しつつ、独自の要素を多数取り入れていて、プラットフォームが PC に加えてスマートフォンにも対応しており、より幅広いユーザーがプレイ可能。また職業システムには共闘守護者、雷影剣士、
青蘭騎士など6つのクラスが存在し、それぞれに独自のスキルやプレイスタイルが用意されております。さらにグラフィックや UI の改善、新たなストーリーラインの追加などオリジナルから変更点が多数あり、プレイヤーに新鮮な体験を提供します。続いて開発者のコメントでは、開発チームはブループロトコルの世界観をもとに全く新しいストーリーと探索体験を提供することを目指しており、プレイヤーが多様なデバイスでシームレスにゲームを楽しめるようクロスプラットフォーム対応に注力しているとのことです。次に期待と懸念について、スターレゾナンスはブループロトコルの世界観を継承しつつ新たな要素を加えることで多くのファンから期待を集めています。特にスマートフォン対応や新規コンテンツの追加は歓迎される一方で、ブループロトコルのサービス終了に伴う不安や開発元の変更によるゲーム性の変化に対する懸念も一部で見られます。またクロスプラットフォーム対応による操作性やバランスの問題、さらにはオリジナル雰囲気や品質が維持されるかについても注目されています。これらの内容をまとめると、スターレゾナンスはブループロトコルの世界観を元にしながらも独自の進化を遂げた新作 MMORPG として開発が進められています。クロスプラットフォーム対応や新たな職業システム、ストーリーなど多彩な要素が盛り込まれており、プレイヤーに新鮮な体験を提供することが期待されます。しかしながらブループロトコルの終了に伴う懸念や新たな開発体制によるゲーム性の変化については、今後の情報公開や実際のプレイを通じて確認していく必要があります。今後の展開が楽しみな作品です。続いての作品はステラソラ。リリース日は未定、ジャンルはファンタジー RPG、開発はヨースター、グローバル展開の予定はあり、プラットフォームは iOS、Android、PC。本作の概要はプレイヤーが記憶を失った魔王となり、準勇者と呼ばれる少女たちと共にノバ大陸に点在する星の塔を巡る旅を通じて自身の失われた記憶を取り戻す物語。旅と日常が交差するファンタジー RPG として多彩なキャラクターや壮大な世界観が特徴となっています。続いて本作のテーマは旅と日常の交差。プレイヤーは冒険を通じて準勇者たちとの絆を深め、日常生活の中で彼女たちと交流を楽しむことができます。次に本作の特徴と魅力について、ステラソラはプレイヤーが記憶を失った魔王として個性豊かな準勇者たちと共に星の塔を巡る壮大な旅を描いています。各キャラクターには独自の背景や能力が設定されており、プレイヤーは彼女たちとの交流を通じて物語を深く楽しむことができます。またアニメーション PV やゲームプレイトレーラーが公開されており、綺麗なグラフィックや迫力あるバトルシーンが魅力として挙げられます。さらにスマートフォンと PC の両方でプレイ可能なクロスプラットフォーム対応により幅広いユーザーが楽しめる設計となっています。続いて開発者のコメントでは、公式発表によれば本作は旅と日常が交差するファンタジー RPG として開発されており、プレイヤーに新たな冒険体験を提供することを目指しているとされています。次に期待と懸念について、ステラソロはヨースターの新作として多くのファンから注目を集めており、綺麗なグラフィックや魅力的なキャラクター、そして壮大な世界観に対する期待が高まっています。その一方で具体的なゲームシステムや課金要素に関する情報がまだ少ないため、プレイヤーからはその点に対する懸念や疑問の声も上がっていて、今後の詳細な情報公開が期待される作品です。これらの内容をまとめると、ステラソラはヨースターが送る新たなファンタジー RPG として記憶を失った魔王と準勇者たちの旅と日常を描く作品。綺麗なグラフィックや魅力的なキャラクター、クロスプラットフォーム対応など多くの魅力を備えている一方、具体的なゲームシステムやリリース日に関する情報がまだ少ないため、今後の続報に注目が集まっています。続いてのタイトルはアネンディングダウン。リリース日は未定、ジャンルはオープンワールドアクション RPG、開発はパーセスフェイトスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC、PlayStation 5、グローバル展開の予定はあり、本作の概要はアニメ調の美麗なグラフィックと高難易度の戦闘システムを特徴とするオープンワールドアクション RPG で、プレイヤーは荒廃した世界を探索し、強力な敵と対峙しながら物語を進めていきます。続いて本作のテーマは挑戦と成長。プレイヤーは高難易度の戦闘を通じて自
自身のスキルを磨き、キャラクターと共に成長していくことが求められます。次に本作の特徴と魅力について、アネンディングダウンはトゥーンレンダリングによるアニメ調のグラフィックスを採用し、オープンワールドの広大な世界を自由に探索できます。戦闘システムには赤狼に似た高難易度のアクションを取り入れており、プレイヤーの技術が試されます。またマルチプレイにも対応予定で、仲間と協力して強敵に挑むことが可能です。続いて開発者のコメントでは、プロデューサーの王長氏は、プレイヤーに自分の技術を繰り返し磨いていただき、成長を楽しんでもらえるゲームを作りたい。またアニメ調のグラフィックスを採用した理由は、より若い人にプレイしてほしいという狙いがあるとコメントしております。次に期待と懸念について、アネンディングダウンはその美麗なグラフィックスと高難易度の戦闘システムから多くのゲーマーの注目を集めています。その一方で高難易度ゆえのプレイの敷居の高さやリリース時期が未定であることから、正式なリリースまでの開発進捗に対する懸念も一部で見られます。これらの内容をまとめると、アネンディングダウンはアニメ調の美麗なグラフィックスと高難易度の戦闘システムを融合させたオープンワールドアクション RPG であり、プレイヤーに挑戦と成長の楽しさを提供することを目指しています。今後の続報や正式なリリースに多くのファンが期待を寄せています。続いてのタイトルはデュエットナイトアビス。リリース日は未定。ジャンルは高自由度ファンタジーアドベンチャー RPG。開発はパンスタジオ。プラットフォームは iOS、Android、PC。グローバル展開の予定はあり。本作の概要は魔法と機械が共存する大陸を舞台に、身分や立場が異なる2人の主人公の視点から物語が展開されるファンタジーアドベンチャー RPG。プレイヤーは多彩な武器をシームレスに切り替えながら360度自由に移動可能なフィールドでスピンジャンプやスライディングなどのアクションを駆使して冒険を進めます。続いて本作のテーマは自由な冒険と多彩な戦闘です。プレイヤーは広大な世界を自由に探索し、個々のプレイスタイルに合わせた武器構成とアクションで戦闘を楽しむことができます。次に本作の特徴と魅力について、デュエットナイトアビスはアニメ風の美麗なグラフィックスと高い自由度を持つアクションシステムが魅力です。プレイヤーはあらゆるタイプの武器をシームレスに切り替える武器システムを活用し、スピンジャンプやスライディングなどの多彩なアクションを駆使して爽快な戦闘を楽しめます。またフィールドは360度自由に移動可能で、パルクールのようなスタイリッシュな移動が可能です。さらにプレイするたびにランダムに生成されるマップによる新鮮な冒険体験が提供されます。続いて開発者のコメントでは、プロデューサーはプレイヤーそれぞれが自分の好きなスタイルで戦えるアクションを目指しているとコメントしており、アニメ風のグラフィックスとがっつりしたアクション、自由な武器選択を組み合わせた新しい体験を提供したいとしています。次に期待と懸念について、デュエットナイトアビスはその綺麗なグラフィックスと高い自由度のアクションシステムから多くのゲーマーの注目を集めています。その一方で開発初期段階のテクニカルテストが実施されているものの、正式なリリース日が未定であることから、開発の進捗や最終的な完成度に対する懸念も一部で見られます。これらの内容をまとめると、デュエットナイトアビスはアニメ風の美麗なグラフィックスと高い自由度のアクションシステムを融合させた高自由度ファンタジーアドベンチャー RPG であり、プレイヤーに自由な冒険と多彩な戦闘の楽しさを提供することを目指しており、今後の続報や正式なリリースに多くのファンが期待を寄せています。ソーシャルゲームラボ。続いてのタイトルはプロジェクト星月。リリース日は未定。ジャンルは箱庭型アクション RPG。開発は X ナイトスタジオ。プラットフォームは iOS、Android、PC。グローバル展開の予定は不明。本作の概要は中世ダークファンタジーの世界観を舞台に、神に見放された裏の世界の主人公が表の世界に存在する古代神々の7つの神器を探し出し、世界に光と秩序を取り戻す物語。続いて本作のテーマは再生と希望。主人公が失われた世界を再生し、希望を取り戻すため冒険するストーリーが展開されます。次に本作の特徴と魅力について、本作はダンジョン探索を中心としたゲームプレイが特徴で、プレイヤーの選択により最短ルートでボスを倒すことも、マップ上の宝箱を探索することも可能。育成要素としてキャラクターと武器の強化、ルーンの装備があり、やり込み要素が豊富です。バトルシステムでは役職ごとに異なる回避アクションや特殊攻撃が用意されており、スピード感と爽快感のある戦闘が楽しめます。続いて開発者のコメントは、いろいろ調べたんですがちょっと出てこなかったです。
次に期待と懸念について、多彩なバトルシステムや豊富なやり込み要素に期待が寄せられています。その一方で育成要素のシンプルさやエンドコンテンツの少なさに対する懸念も見られます。これらの内容をまとめると、プロジェクトもちづきは中世ダークファンタジーの世界観と多彩なバトルシステム、豊富なやり込み要素が魅力の箱庭型アクション RPG です。今後の開発進捗により、さらに充実したコンテンツが期待されます。続いてのタイトルは、アズールプロミリア。リリース日は未定、ジャンルはファンタジー RPG、開発はまんじゅうスタジオ。プラットフォームは iOS、Android、PC、PS5。グローバル展開の予定はあり、本作の概要は獣人族、地人族、ハイエルフ、パミー族など多彩な種族が共存する幻想的な世界を舞台に、プレイヤーは精霊のような生物キボと共に冒険を繰り広げます。美麗な 3D グラフィックで描かれたキャラクターたちと広大なマップを探索し、様々なクエストやバトルを楽しむことができます。続いて本作のテーマは、多種族が共存するファンタジー世界での冒険。プレイヤーは多彩な種族やキャラクターと出会い、協力しながら未知の世界を探索し、物語を進めていきます。次に本作の特徴と魅力について、プレイヤーは規模と呼ばれる精霊のような生物と共に行動し、彼らの力を借りて戦闘や探索を行います。また 3D グラフィックで描かれた美麗なキャラクターや広大なフィールドが魅力で、自由度の高い冒険が楽しめます。続いて開発者のコメントでは、まんじゅうスタジオはアズールレーンで培った経験を生かし、新たなファンタジー世界を創造することに注力している。プレイヤーに新鮮な体験を提供するため、細部までこだわった世界観とキャラクターデザインを追求しているとのことです。次に期待と懸念について、アズールレーンの開発元による新作ということで、多くのファンから高い期待が寄せられています。特に美麗な 3D グラフィックや多彩なキャラクターに注目が集まっています。その一方で具体的なゲームシステムやリリース時期が未発表であるため、詳細情報の公開を待ち望む声も多く見られます。これらの内容をまとめると、アズールプロミリアはまんじゅうスタジオが手掛ける新たなファンタジー RPG であり、多彩な種族やキャラクター、精霊規模との共闘が魅力の作品です。リリース日は未定ですが、事前登録が開始されており、今後の情報公開に注目が集まっています。続いてのタイトルは、テンス・アクシス・オブ・エタニティ。リリース日は未定、ジャンルは箱庭型アクション RPG、開発はテンススタジオ。プラットフォームは iOS、Android、PC、グローバル展開の予定は不明。本作の概要は、プレイヤーが未知と冒険に満ちた世界で、自らの選択によって独自の結末を形作ることができるアクション RPG です。多彩なキャラクターとの交流や広大な世界の探索が魅力となっています。続いて本作のテーマは、自由な冒険。プレイヤーは広大な世界を自由に探索し、個々の選択によって物語を進めることができます。次に本作の特徴と魅力について、本作は高い自由度を持つオープンワールドであり、プレイヤーは無限の探索が可能です。豊富なストーリーとミッションが用意されており、キャラクター同士のインタラクションも楽しめます。またプレイヤーの選択によって独自のエンディングが形成され、知恵と創造性が求められるゲームデザインとなっています。続いて開発者のコメントでは、アクションの要素を強調したオープンワールドゲームの開発に意欲を示しており、プレイヤーに新たな体験を提供することを目指しています。次に期待と懸念について、美しいグラフィックや興味深いキャラクターに対する期待の声が上がっています。その一方で、他のガチャゲームと類似しているとの指摘もあり、独自性の確立が求められています。これらの内容をまとめると、テンス・アクシス・オブ・エタニティは高い自由度と豊富なコンテンツを備えたオープンワールドアクション RPG として期待されています。しかし他作品との類似性に対する懸念もあり、今後の開発進捗と差別化要素の発表が注目されています。続いてのタイトルは、ブラックビーコン。リリース日は2025年予定。ジャンルはアクション RPG。開発は民情ネットワークテクノロジー。プラットフォームは iOS、Android。グローバル展開の予定は不明。本作の概要は、プレイヤーが預言者として神話と歴史が交差する世界で真実を追求する物語が展開されます。バベルの塔を舞台に古典的な SF と歴史的な神話を融合させた独特の世界観が特徴的です。続いて本作のテーマは、神話と歴史の交差する世界での真実の探求。プレイヤーは隠された真実を解き明かすため、未知の領域を探索し、多様なキャラクターと協力しながら物語を進めていきます。次に本作の特徴と魅力について、
一人称視点のアドベンチャーパートとクォータービューの 2D アクション RPG 要素を組み合わせた独自のゲームプレイが挙げられます。高品質なアニメ調の美少女キャラクターが多数登場し、綿密に作り込まれた世界観と相まってプレイヤーに深い没入感を提供します。またバベルの塔を舞台にした神秘的でエキゾチックな雰囲気が他の作品とは一線を画す魅力となっています。続いて開発者のコメントでは、アラド戦記やラグナロクオンラインなど中国運営を行っているティアンシティとの戦略的パートナーシップを通じてゲームの開発と運営に注力し、より完成度の高い作品を提供することを目指しています。プレイヤーからのフィードバックを重視し、ゲーム体験の最適化とコンテンツの充実に努めているとのことです。次に期待と懸念について、独自の世界観と高品質なビジュアルに対する期待が高まっています。その一方でリリース日が未定であることやゲームシステムの詳細がまだ明らかにされていないため、具体的な情報を求める声もあります。またスマートフォン向けの操作性や課金要素に関する懸念も一部で見られます。これらの内容をまとめると、ブラックビーコンは神話と歴史が融合した独特の世界観と一人称視点のアドベンチャーと 2D アクション RPG を組み合わせた新鮮なゲームプレイが特徴の新作です。開発と運営の両面で強力な体制が整えられており、今後の情報公開とリリースが待ち望まれます。本タイトルはグローバル展開について言及されておらず、ぜひ日本展開も視野に進めてほしいところです。続いてのタイトルは Neverness to Everness。 リリース日は未定。ジャンルは超現実アーバンオープンワールド RPG。 開発はホッタスタジオ。プラットフォームは iOS、Android、PC。 グローバル展開の予定はあり。本作は幻冬でおなじみのホッタスタジオが手掛ける超現実アーバンオープンワールド RPG で、本作の概要はアノマリーと人間が共存するヘテロシティを舞台に、プレイヤーはアノマリーハンターとして街中で発生する様々なアノマリー依頼を解決していく物語が展開されます。自由に探索できる都市で仲間と出会い、店を経営するなど多彩なシティライフを楽しむことが可能です。続いて本作のテーマは超現実的な都市での日常と非日常の融合。プレイヤーは現実と異常が交差する都市で日常生活を送りながらアノマリーと呼ばれる非日常的な現象に立ち向かいます。次に本作の特徴と魅力について、アンリアルエンジン5を活用した高品質なグラフィックで描かれる広大な都市ヘテロシティを自由に探索できます。プレイヤーは壁を走る車をカスタマイズして街を駆け抜け、ビルの壁を自由に移動するなど高い自由度のアクションが可能です。また個性豊かなキャラクターたちとの出会いや店の経営、マイホームのデザインなど生活シミュレーション要素も充実しています。続いて開発者のコメントでは、ホッタスタジオはアンリアルエンジン5の新機能ナナイトをフルに活用し、都市のディティールまできめ細かく描写することでよりリアルで没入感のあるゲーム体験を提供することを目指しています。またプレイヤーからフィードバックを重視し、クローズドベータテストを通じてよりスタイリッシュでアクション性に富んだバトルシステムの開発に努めているとのことです。次にファンの期待と懸念について、高品質なグラフィックや自由度の高いアクション、生活シミュレーション要素の充実に対する期待が高まっている一方で、リリース日が未定であることやゲームシステムの詳細がまだ明らかにされていないため、具体的な情報を求める声もあります。さらに同様のジャンルである無限大あなたと比較されやすく、類似性について懸念の声も一部見られます。これらの内容をまとめると、Neverness to Everness は超現実的な都市を舞台に高い自由度のアクションと生活シミュレーション要素を融合させた新作オープンワールド RPG で、アンリアルエンジン5を活用した高品質なグラフィックとプレイヤーからのフィードバックを反映したゲームシステムの最適化に注力しています。今後の情報公開とリリースが待ち望まれるタイトルの一つです。ソーシャルゲームラボ。はい、一挙25タイトル紹介してまいりましたが、毎年恒例になっている新作まとめですけど、今回はめちゃめちゃ多いかなと。そして僕の声もガラガラですみません。ちょっとね、風邪気味なんです。許してください。でね、これ以外にもまだまだ新作が続々発表されると思うので、さすがにアニメ調も当たり前になりつつ、若干胃もたれしてきますが、そろそろ新規性欲しいところですかね。視聴者兄貴姉貴の皆様はどうでしょうか。アニメ調タイトルに求めるものあればぜひコメントくださいませ。
今年はあと1回動画出して終了となります。今回ある意味まとめみたいなことやっちゃってるので、次回は24年にリリースしたタイトルで、僕がみんなにおすすめしたいタイトル、日本展開されてないものもありますが、それらをいくつか紹介しようと思います。みんな知っているタイトルもあるので、まあそうだよねっていう内容のものもありますが、ぜひ見ていただけるとありがたいです。ということで今回の動画は以上となります。この動画良かったと思う方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。つまりこれで終わりってことね。